絶対に自分を責めないこと、どんな自分も受け入れること、自分を褒めること、自分に優しくすることなどが必要です。アダルトチルドレンはたまたま小さい頃の環境で自信を奪われただけです。毎日何らかのワークをし続ける人は必ず今よりは自信のある人になります。時間をかけて少しずつ自信を取り戻していきましょう。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人間は誰にでも劣等感があると言いますが、今日はそのような誰もが持つ劣等感ではなく、劣等感が気になってそれが人前に現れることを極端に恐れ萎縮して人生に大きな問題が出ている人のことを考えたいと思います。つまりただの劣等感ではなく、病的な劣等感について原因、症状、対策、そして一番最後に今すぐできることということで話します。人は病的な劣等感や抑圧した憎しみや甘えや依存心で人生を失うことがあります。アダルトチルドレンにとってはこの3つがとても重要です。この3つを放置していたら人生はどんどん地獄へ向かいます。この3つを熟知し、きちんと取り組むことをお勧めします。今日はその重要なものの一つ、劣等感についてです。例えば、足が遅くて劣等感になる人がいますが、それだけなら、俺は足が遅いんだという、ただの劣等感です。あるいは、目が小さくて、私目が小さいのが劣等感なの、とさらっと言う人がいますね。こういう人もただの劣等感です。でも、足が遅いと、まるで人間としての価値がゼロになるかのように恐れて、ものすごく気にする人がいます。そこで好きでもないのに毎日走る練習をするかもしれません。練習というより特訓です。毎日血が滲むような特訓をするかもしれません。このような人が病的な劣等感に苦しんでいる人です。どうしてそこまで深刻な病的な劣等感を持ってしまうのかということですが、小さい頃にありのままの自分を認めてもらえなかった人、無条件では十分な愛情をもらえなかった人、このように愛情をもらえずにありのままの自分を否定されて育った人は、自分の存在自体に病的な劣等感を持ってしまいます。当てはまる人は、条件付きの愛育ちがアダルトチルドレンを克服するための言葉という動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。このような人は、この自分は価値がないという感じ方を心の底に太字で刻み込んでしまいます。つまり病的な劣等感を持ちます。あるいは優秀な子供を持って世間を見返したい大人に非現実的に高すぎる期待が課せられた人も過度な期待に応えられないので自己評価が低くなり病的な劣等感を持ちやすくなります。このような大人は子供が普通だと蔑視します。自分が病的な劣等感を持っているんです。病的な劣等感に支配されていて、子供を巻き込んで子供を地獄に連れて行かないといられないんです。やめようと思ってもやめれません。これが病的な劣等感の恐ろしさです。そして巻き込まれた子供は普通の自分を憎みます。もっと言うと、病的な劣等感を持つと、根っこでその病的な劣
等感が刺激するし、短所が異常に気になるので、自分を普通と感じられません。すごく劣っているような気がします。そこで、普通なのに、普通になれない劣等感を持ちます。親の自己中心性が高ければ高いほど、子供の気持ちより自分の名誉が大事であればあるほど、子供の劣等感は病的になっていきます。今、親がと言いましたが、別に親とは限りません。例えば、小学校の時にやっていた部活の監督が劣等感の塊で、優勝しないと自分が保てない、世間を見返さないといられないという人であれば、ミスをしたら憎しみを込められて怒鳴られるだろうし、誰かと比較されることが多くなるかもしれません。このような場合も病的な劣等感ができることがあります。つまり、病的な劣等感がある人は、小さい頃に本性的な欲求を無視されていたり、邪魔者扱いされていたり、なんであの人みたいになれないの？なんでそれぐらいできないの？なんでそんな成績しか取れないんだ？汚い顔してないで早く洗ってきなさい。恥ずかしいでしょ。ダメな子ね。と、ありのままの自分を受け入れられていないんです。ありのままの自分ではダメなんだから、自分に自信が持てないんです。劣等感が強く、心が未成熟な親の特徴は、なんでこんなこともできないんだと言うけど、それをする方法は教えられない。その能力はない。人は存在しているだけで価値があるんだよと言ったとしても、子供がそれを実感できるための行動はしない。引きこもってないで学校に行きなさいと言うけど、学校に行けるようになるために必要な愛情は与えない。このように、子供の成長に必要なことをしないで、結果が悪いと言って不満になっているんです。子供をこの子は劣っているという目で見る親は自分が劣っているということに気づいていません。そして困った子ねとため息をつきます。子供に言った方がいいことを言う。子供に言ってはいけないことを言ってない。言ったから育つだろう。言ってないから大丈夫だろう。心が未成熟な親はこういう発想の人が多いです。心はテクニックではないんです。人間はそんな単純ではないんです。親の無意識が子供にもろに影響します。親が発する言葉とは関係なく、この子は劣っていて恥ずかしいと責めていれば、子供は病的な劣等感を持ちます。逆に、ありのままの自分を可愛がられた人は自信のある人になります。足が遅くても、足が遅いことを責められていないのだから気にしない人になります。足が遅くても存在自体を肯定されているのだから自分でも自分を肯定する人になります。自分を肯定しているので自分の長所にも気づきます。例えば、足は遅いけど逆上がりは得意だと思える人になります。では、このようにして根っこに病的な劣等感ができるとどのような症状が出るのか考えてみましょう。いくつかありますが、まずはその劣等感を補うために自分に対して高すぎる要求をするようになります。ありのままの自分は価値がない、存在してはいけないというところからスタートしているので、成功しなければいけないんです。失敗することは誰でも嫌ですが、ダメージは全然違います。失敗しても、この失敗から何かを学べば成功につながるのだから、失敗は成功のもとだと思える人と、
失敗したら、まるでこの世の終わりかのようにダメージを受ける人がいます。つまり、病的に劣等感が強い人が失敗するということは、子供の頃にできたまだ癒えていない傷が痛むんです。私は中学生の時に骨折をしたことがありますが、振り返ってみると骨折の痛みなんて心の傷と比べたら大したことないんです。心の傷って無意識に追いやっているので意識できていないのですが、無意識ではものすごく大きいんです。骨折の痛みを1としたら、おそらく1億ぐらいではないでしょうか。もっとかもしれません。だから、病的な劣等感がある人は、無意識に支配されてしまうんです。そこで、あれもこれもできなければいけないと完全主義になったり、劣っている分野が一つでもあってはいけない、すべてをそつなくこなせないといけないと思ったり、優越して他人に勝ちまくることを目標にするかもしれません。いずれにしても目標が高すぎると達成感を感じられないので、どんどん劣等感を強めてしまいます。次の特徴は、嫌な人になるということです。そしてここでのポイントは、本人は嫌な人になっていることに気づいていないということです。だからどんどん進んで、最後には孤独になります。その一つが自慢話です。これも根っこに病的な劣等感があって、でもそれを認められなくて反発しているんです。そこで、俺はすごいんだぞとうるさいアピールをします。とにかく心の傷が深刻なんです。どうにかしてありのままの自分は価値がない、存在してはいけないを覆す必要があるんです。自分にも他人にも証明しないといけません。そこで自慢話でうるさいアピールをします。でも自慢話をすることが目的ではなくて、自分の価値を認めさせることが目的なので、手段は何でもいいんです。例えば、有名な人と知り合いなら、その有名人と話したがります。その人と話したとしても、周りに自分の価値を証明できません。つまり、その人と話すことが大事なのではなくて、有名な人と話したことを周りに見せることが大事です。そこで、相手の迷惑を考えずに有名な人を押しかけ、それを SNS でアップしていい気になっていたりします。また、自分の価値を認めさせるために、自分より劣った人をことさらにけなすこともあります。あいつは頭悪いじゃんという人は、自分が頭が悪いという病的な劣等感があって、それを感じないようにしているに過ぎません。だから、病的な劣等感がある人は、相手を実力通りに評価できません。このような人は、他人の成功を見るだけで、心の傷が刺激を受けてしまいます。自分にとって関係のない他人の成功であっても、脅威になるので怒りになります。そこで誹謗中傷などに走る人もいます。このように病的な劣等感がある人は、周りからの評価を得ることによって心の傷を癒そうとします。でも、その必要性が強すぎるために、それが脅迫的に行き過ぎてしまうので、周りの人を不快にし、評価してもらうどころか嫌われていきます。周りに好かれていたら、受け入れられているのだから、頑張りすぎる必要性はないんです。でも、嫌われていくと、
それまで以上に周りに自分の価値を証明する必要が出てきます。つまり、嫌われていけば嫌われていくほど劣等感は深刻な問題になっていきます。次の傾向は、人と比べてしまうということです。病的に劣等感が強いと周りが気になります。病的に劣等感が強くて周りが気になるということは、周りに関心があるのではなくて、自分に関心があるのです。自分が周りと比べて劣っていないかと怯えているんです。このように病的な劣等感があって、それに怯えているとフィルターがかかります。自分の能力を過小評価し、周りの能力を過大評価しやすくなります。そして、自分が劣っている部分に意識が集中します。自分が自分の劣った点ばかりを四六時中気にしているので、他人も自分の劣っている点を見ているのではないかという気がしてきます。こうして自意識過剰になり、なおさら他人と比べ出すのです。このような人が水泳を時間と情熱をかけて頑張っているとします。ならば、水泳で他人と比べるのはわかります。でも、このような人は水泳だけではなく、例えば、あの人は俺より収入がある。あの人は私よりいい家に住んでいる。あの人は自分より友達が多い。このように、あれもこれも比べます。根っこに病的な劣等感がある人が、それを通して他人と比べれば、自分は劣っているように感じるし、さらに、あれもこれも比べれば、他人の成功や羨ましい点が目につきやすくなるので、なおさら自分が劣っているように感じやすくなります。では、どうすればいいかという対策ですが、まず、自分がなぜここまで深刻な劣等感を持ってしまったのかを知ることが重要です。親の幼児性や親の劣等感を見抜けると、100% 自分のせいだとしていたもののうちの何割かは消えます。自分に根本的な原因があったわけではないと理解できることは大きいです。それが理解できたら、自分に対する基準を緩める努力をしましょう。完璧じゃなくてもいいんだ。ミスがあってもいいんだ。と理解しましょう。そして目標を小さくして、小さな成功体験を積み重ねましょう。次に大切なことは、人と戦って蹴落とすのではなくて、人と協力するという意識を育てましょう。人に自慢するのではなくて、人をけなすのではなくて、相手の成功に対して素直に喜べるような人になる努力をしましょう。もちろん、すぐには変われませんが、そこを目指して歩き出しましょう。そのためには、相手の気持ちを理解する努力も必要です。病的な劣等感がある人は、自分は恥ずかしくないだろうか、自分の欠点が出ていないだろうか、自分の劣っている点を笑われていないだろうか、と、自分になっています。なので、相手の気持ちを考えるゆとりがありません。一度、相手をよく見てみましょう。すると、相手も相手なりに苦しんでいることが見えてくるかもしれません。苦しいのは自分だけではないということが分かるとすごく楽になります。そして相手の気持ちが分かると仲間意識も持ちやすくなります。また、病的な劣等感があるとどうしても人と比べてしまいます。人と比べているなと気づいたら、自分は自分の人生を生きようと何度も自分に言い聞かせましょう。同時に
病的な劣等感から生じる認知の歪みを直していく努力も必要です。例えば、病的な劣等感のある人は自分の短所を拡大し、そこに意識を集中させてしまいます。ネガティブな気持ちになっていると気づいたときは、自分の短所を拡大していないかチェックしてみてください。同じように、病的な劣等感のある人は、自分の能力を過小評価し、周りの能力を過大評価してしまいがちです。日常生活の中でネガティブな気持ちになっていると気づいたら、自分の能力を過小評価し、周りの能力を過大評価していないかチェックしてみてください。一度ネガティブになっても、それに気づけると気づいていない時より回復は早まります。そして、自分が自分の短所をものすごく嫌っているから、相手も自分の短所を嫌うような気がしていることが多いです。相手はそれほど自分の短所を気にしていないという前提で周りの人をよく見てください。人間にはいろんな側面があるので、すべての側面が優れている人などいません。誰にでも劣っている点はありますが、仮に頭が悪かろうが、心が成長していなかろうが、多くの側面の中の一つに過ぎません。何か一つの側面が劣っているからといって、それで人間として劣っているということにはなりません。その点が劣っているなら、劣っていることを認め、ありのままの自分を受け入れることがとても大事です。ただ、ここでの問題は、根っこで激しく自己蔑視をしていると、あれもこれも劣っているように感じてしまうという問題があります。病的な劣等感がある人は、本当に自分には短所しかないと感じます。それも短所だらけだし、ひどく劣っていると感じます。時間をかけて少しずつ自己肯定感を高めていくしかありません。自己肯定感を高めようの再生リストなども参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それに、仮に劣っていたとしても、劣っているという状態は、病的な劣等感を持っている人が考えるほど、やばいことではありません。人間は完全じゃないと好かれないというわけではありません。劣っていても好かれます。アダルト・チルドレンだから受け入れてもらえないというわけでもありません。正しく向き合えば受け入れてもらえます。劣っていてはいけない世界で生きてきたからそれがわからないんです。これからは劣っていても許される世界を探しながら生きていきましょう。病的な劣等感がある人は、誰かの成功が自分の価値にとって脅威になるので、人の足を引っ張ろうとすることがあります。他人をけなします。同じような病的な劣等感がある別の人は、これを見ていると気持ちがいいんです。自分の代わりに人をけなしてくれている。よし、自分も一緒になってけなしちゃえ。と、束になって人をけなすことがあります。病的な劣等感がある人は、病的な劣等感がある人のそばに行きがちです。人は自分の内面を通して世界を感じるので、人の劣っている点をけなしている人は、自分の劣った点を周りにけなされるような気がしてきます。人をけなすのをやめようと思っても、一人ならまだしも、他に仲間がいると一緒になってけなしがちです。劣等感の沼から抜け出すどころか、ハマっていきます。劣等感の強い人から離れて、ポジティブな人のそばに行くこともとても大切なことです。では、ポイントを振り返りながらまとめます。無条件にありのままの自分を愛してもらえなかった。ありのままの自分を否定されて育った。ここにいるのに、
まるで透明人間のようにいつも欲求や気持ちを無視されていた。このような人は自分という存在自体に劣等感を持ちやすいです。行動に問題があるのではなくて、存在に問題があると思い込むということは、病的な劣等感です。あるいは、親が病的な劣等感があり、親の名誉獲得の道具にされたような人などは、非現実的に高い基準を課せられ、もっとこうなれ、なんでこんなこともできないんだ、もっと勉強しろ、もっと練習しろ、と激しく責められながら育ってきます。このように、親の心の必要性を満たす道具にされた子供も、ひどい劣等感を持つことになります。このようにして、ありのままの自分は価値がない、存在してはいけない、などのような病的な劣等感ができると、そう感じないように無意識に支配されて動くようになります。つまり、脅迫的に名誉や成功を求めたり、俺はすごいんだぞといううるさいアピールをしたり、他人をけなしたり、嫌な人になります。でも本人は人を傷つけるのが目的ではなくて、ありのままの自分は価値がない、存在してはいけないを感じないようにすることが目的なので、自分が嫌な人になっているということに気づきません。そこで知らない間に嫌われてしまいます。劣等感は深刻になればなるほど視野が狭くなって、心の必要性も強くなって、いろいろ認知が歪みます。認知が歪めば歪むほど劣等感は深刻になっていきます。このように劣等感は放っておくとどんどん深刻になります。そこで親になってから子供を巻き込んでしまうという人も多いです。最初の段階で心の底にできてしまったありのままの自分は価値がない、存在してはいけないというような病的な劣等感に向き合わずに、何かに成功して自分の価値を証明しようとか、誰かに勝って自分の価値を認めさせようとしていると、劣等感はどんどん深刻になります。そうなる前に正しく向き合いましょう。なんでそのような深刻な劣等感を持ってしまったのか、育ってきた環境を点検してみてください。そして、アダルト・チルドレンはよく間違いますが、地位、名誉、財産、優越は人を幸せにしません。病的に劣等感がある人が地位、名誉、財産、優越を目指すと孤独になります。目標は親しい人を作ることにするのはどうでしょうか。今すぐは無理でも孤独な老後にしない。これを目標にした方がはるかに幸せになれると思います。次に、病的な劣等感がある人は、成功した時は運が良かっただけ、失敗した時は自分のせいだと解釈しがちです。また、完璧主義になって自分の長所を過小評価したり、自分の短所を拡大したりしています。現実を現実通りに見られるようにならないと劣等感は克服できません。長所は長所、短所は短所と現実を現実通りに見て、現実問題として短所があるのであれば、必要に応じてスキルを伸ばしていく必要があります。スキルを伸ばしていく必要はあるけども、完全な人間などいないのだから、欠点があるのと価値がないのは別のことという認識に変えることも大切です。そして、極端に自信がないアダルト・チルドレンが自信をつけるには、時間と
行動と、絶対に自分を責めないこと、どんな自分も受け入れること、自分を褒めること、自分に優しくすることなどが必要です。アダルトチルドレンはたまたま小さい頃の環境で自信を奪われただけです。毎日何らかのワークをし続ける人は必ず今よりは自信のある人になります。時間をかけて少しずつ自信を取り戻していきましょう。劣等感や自己肯定感の高め方については、劣等感を克服しようという本に詳しく書きました。本を読んで生きやすくなったと言ってくださる方々も多いです。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後に、今すぐできることは何かということですが、劣等感は時間をかける必要があります。目指す方向が分かっていても、今はその通りに動けないかもしれません。例えば、親しい人を作ってその人と協力しようと思っても、今すぐにはできないかもしれません。でも、親しい人を作ることを目指す、孤独な老後にしないを目標にすること、固く心に誓うことは今すぐできます。今すぐできることから始めましょう。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。